松阪駅に来ています。今回はここから日本百名城の一つ、松阪城を訪ねます。では、地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の松阪駅です。そして目的地が松阪城です。駅から徒歩15分ほどで到着します。途中には五常磐屋敷がありますので、こちらも合わせて訪ねます。では、早速向かうことにしましょう。五常磐屋敷です。松阪城が紀州藩の藩領だった頃、常磐となっていた武士とその家族が住んでいた場所です。現在でもその子孫の方がお住まいになっています。公開されている屋敷がありますので、後ほど訪ねてみましょう。ここから城の石垣が見えています。二の丸石垣です。ここの積み方は野面積みなんですが、角を曲がると打ち込みはぎになっています。北に向かって歩いています。表門跡に到着しました。入り口の案内図を見ておきましょう。松阪城は本丸の三方を複数の曲輪が囲む定格式の縄張りとなっています。現在、隠居丸には元織宣長関連の施設が建てられ、北井丸は梅園になっています。また、本丸は上段と下段に分けられ、上段には天守がありました。五常磐屋敷から石垣沿いに歩き、現在はこちらに来ています。先ほど見た二の丸石垣はこの辺りになります。まず表門から入りまして、北側を回り、本丸上段の天守台を目指します。その後は一旦下に降りて、裏門から二の丸、本丸下段、北井丸を巡ります。松阪城は1588年、蒲生氏郷によって築城されました。その後、会津に天保となった蒲生氏に代わり、服部和忠が入城しました。1595年、服部和忠は豊臣秀次事件に連座し自害。城主は古田重勝に代わります。1619年、古田氏天保により、松阪城は紀州藩の藩領となりました。百名城のスタンプはこちらでいただくことができます。助左衛門御門跡です。左右には2つの櫓がありました。途上路は櫓と石垣に囲まれ、その先はクランクになっています。角を曲がると、本丸上段の櫓が待ち構えています。先ほど下から見上げた遠見櫓跡です。石垣の上に登ってみましょう。鐘の櫓跡と、その北西側にある富士見櫓跡です。本丸の石垣に穴が開いていますね。こちらは排水溝だったようです。
本丸北側の石垣です。この上が本丸上段なんですが、櫓台の隅石がきれいな切り込みはぎになっています。反対側も同様ですね。本丸上段に入ってみましょう。背の低い石垣が見えていますが、本丸上段は多聞櫓に囲まれていました。天守台です。蒲生時代の石垣です。外に張り出した部分が付け櫓跡です。北側には敵見櫓がありました。天守閣跡に入ります。かつて三重の天守があったと伝わります。石垣には石棺の蓋も使われていました。下から見るとこんな感じです。続いて裏門跡から改めて登場します。その前にですね、裏門付近を少しだけ散策してみましょう。右側に見えているのは隠居丸の石垣です。捨て石場遺構です。石垣の膨らみを抑えるため、応急的に埋められた捨て石です。西側では隠居丸の角の石垣が見られます。それではいよいよ本丸に向かって進んでいきましょう。こちらも表門側と同様、幾度もクランクを描いています。ロープが張られていて、どうやら発掘調査中のようですね。内側から小口を見たところです。二の丸に到着しました。ここからは城下の様子がよく見えます。石垣の上に登ってみましょう。小口を上から見たところです。門の奥が隠居丸です。元織宣長の旧宅が移築されています。本丸下段に向かって歩いています。
内側から見たところです。裏門側の手すりは2023年3月に設置されました。分岐を右に折れたところが本丸下段です。太鼓櫓跡です。この石垣の上にも多聞櫓が置かれていました。先ほどの分岐を左に折れると本丸上段に続いています。はい、また本丸上段に戻ってきました。最後に期待丸を見ておきましょう。石垣の上から遠くの山々を望むことができます。下を見るとこんな感じでね、ちょっと怖いかもしれません。公開されている武家屋敷に入ってみましょう。駅前の交流物産館では御城印が販売されています。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。